こんにちは。アートディーラーズショー太郎です。今日はですね、2022日本の現代アート戦国時代ということで、まさに今、戦国時代。今回はそういう意味ではアーティストの立場から見た視点にちょっとなりがちなんですけれども、もしかしたらコレクターさんの方とかもアーティストを今後見ていく上で大事なポイントっていうのがあるかもしれませんけれども、とにかく今皆さんが体感している気持ちと同じです。で、僕もものすごく危機感を抱いているんですけれども、とにかく今、現代アートに関わるアーティスト、コレクター、ギャラリー、振興的なウェブサービスとか、いろんなものがですね、混沌としたというか、ものすごいもうカオスの状態になってるということは、もう皆さんも感じてると思います。特にアーティストに関しては、大学の頃からもう売れるようになったりとか、どんどん若い人とか、他のジャンル、いろんな多ジャンルの方面から参入してきて、そしてみんなクオリティも高いし、考え方とかもしっかりしている。これは本当に、僕が常々思ってることなんですけども、いや、この中で戦っていくのは本当に大変だなと。最近は百貨店とかも新しい顧客を取り込むために現代アートを積極的に販売をし始めて、それも結構盛り上がっている。そしてアートフェア東京だったり、インディペンデントとかアンノーンとかもありますし、名古屋、大阪、神戸、福岡、この前も福岡盛り上がってたと思います。とにかくアートに関するイベントがたくさんあって、正直アーティストとしては展示に困らないぐらい大小たくさん展示もあるし、いろんなお誘い、いろんなところで展示しませんか、そういった話がいっぱいあります。海外から出展しませんかとか、オークション出しませんかとか、とにかくいろんなことが今巻き起こっていて、それでもやっぱり大きいアートフェア東京とか、この前の福岡とかになると、選ばれたアーティストというか、精鋭陣が出展している。なかなかそこに入るのも難しい。コレクターさんもそうですよね。作品買うのに抽選だったり、朝早くから並んだりとか、わざわざ東京に出てきたりとか、大阪に行ったりとか、インスタグラムとか、いろんなもので情報収集する。情報の戦国時代。そういうのもある意味戦国時代になっている。アーティスト選びっていうことに関してもそうです。ギャラリーもそうですよね。所属してほしいと思ってるアーティストがいる。でも人気があるからいっぱいいろんなとこから声がかかってる。結局違うところで所属が決まってしまったとか、展示してもらいたいと思ってもスケジュールが合わなくてできなかったりとか、いろんな EC サイトに上げてみたりとか、もうとにかくいろんなことがありますよね。これはチャンスでもあるんですけれども、ライバルも多い。埋もれてしまうことだって可能性は高いですよね。ただこれはどこを目指しているのかっていうのによっても、だいぶ受け止め方は変わってくると思うんですけど、この戦国時代をどうやって生き残っていくのか、いろんな意味で強くなっていかなきゃいけないなと思ってですね、この現代アートっていうのがバズワードになってだいたい3年ぐらい経ってきました。ロシアでも戦争が起こったりとか、物価が上がったりとか、欧米では金利が上がって経済衰退なんていう雰囲気も出てきてる中、これはですね、やっぱりしっかり考えていかなきゃいけないなというふうにですね、自分も含めて思っているんですけれども、現代アートと一言で言っても、いろんな畑というか、やり方というか、そういったものがいくつか存在していると、僕は思っているんですけど、このいい言い方ができているかどうかちょっとわからないんですけれども、いくつかに分けてみると、まず一つはアカデミックタイプの現代アート。もう一つはマス的な現代アート。パーソナルというかですね、そういった現代アートとしましょう。もう一つはマーケット的な現代アート。もう一つが二次流通的な現代アート。この辺に分かれるのかなと。まずこういう言い方で分けたとしましょう。アカデミックタイプの現代アートっていうのが、すごいコンセプチュアルであったりとか、インスタレーションとか、ミュージアム的というかですね、そのマーケット的な現代アートと少し距離を置いてというか、立ち位置が違うというか、やり方も変わってくるし、マス的な現代アート、これがちょっと難しいんですけど、どちらかというとパーソナルにというか、あまりギャラリーとか気にせずに、これも少しマーケット的な現代アートっていう界隈から少し離れていって、あまりそういうことは気にしていなくて、割と自分で、自由にというか、好きなように活動するというか、現代アートっていうくくりがすごい、曖昧っちゃ曖昧なんですけど、で、マーケット的現代アートがあって、二次流通的現代アートっていうか、この二次流通的現代アートというのはもう、いわゆる SBI オークションとか、セカンダリーマーケットですね。そこの段階になる。だからその前段階としてマーケット的現代アートみたいな言い方をすると、そういうのがある。マーケット的現代アートっていうところにやっぱり
ギャラリーが、存在していて、もちろんアカデミック的現代アートにもギャラリーっていうのは存在するんですけれども、タイプの違うギャラリーが、それぞれに存在というかしていて、どちらかというと今アートフェアとか、オークションもそうですけれども、海外のアートフェアとかもそうなんですけれども、そういうところに積極的に出ていってるギャラリーっていうのが、とか、アーティストも含めてなんですけど、どちらかというと、マーケット的現代アートのところにいるというか、その、さらに上を目指すとなると、セカンダリーマーケットに入っていって、作品の値段とかの価値を高めたりとか、そういったことになってくるのかなというのが一つありますね。もちろんアカデミックタイプの現代アートから二次流通的現代アートが全く乖離してるわけではないという、どこかでやっぱり繋がってる。もちろん素敵な現代アートもタイミングによっては二次流通現代アートのところに入ってくるというか、その二次流通現代的アートというそのものはちょっと浮いた状態というかですね、ちょっとステージが違うような感じで考えてますけれども、アーティストとしてはですね、どこを目指すかというか、そういうものによって受け取り方が変わってくるというか、考え方もやり方もいろいろと多分変わってくると思うんですよね。で、多分コレクターさんもそうだと思うんですけど、アカデミックタイプ現代アートのアーティストさん、マーケット的現代アートのアーティストさん、そのコレクションの意味が少し変わってくると思うんですよね。で、どっちかというとそのマーケット的現代アートっていうのはどちらかというとちょっと投機というか二次流通的現代アートに近いので、そういう作品も一つの銘柄として考える場合もありますし、もちろんアカデミックタイプでもそういう場合はあるんですけれども、アーティストとしてはこの辺がですね、どこを目指すか、それぞれの目的地やゴールが違うわけなんですけれども、ゴールというかですね、ゴールっていうと結構すごい大きいものになってしまうと思う。チェックポイントがいくつもあって、そのゴールというか大きいものに対してのチェックポイントがいくつかあって、どのチェックポイントを通っていくかっていうのが、このチェックポイントの通り方が多分、それぞれのタイプによって多分違うんだと思うんですよね。だからまずそのゴール設定っていうのが大事になってくるかなっていうことなんですよね。まず一つ。そうなると、このゴール設定に対してのチェックポイントっていうのは、多分、こういう場所で展示をしたいとか、こういうステージで展示をするとか、こういうギャラリーさんとお付き合いするとか、こういうギャラリーさんとお仕事するとかっていう風に、多分なっていくと思うんですよね。だからこの設定をまずやらないと、どう戦っていいのかっていうのが明確にならないんで、結構これは大事なことかなという。どこでもいいんですけど、アートフェア東京に出たいとか、そういう一つのところがあると、そのチェックポイントにはどういう過程が必要なんだろうな、みたいなところが出てくると思うんですけれども、それも難しいっちゃ難しいんですよね。なかなかこのアート業界っていうのはちょっと分かりづらいというかですね。ただ、やっぱり今 SNS とかもあるし、情報をね、取れるものがいっぱいあるから、アーティスト同士知り合うことも多いでしょうから、そういう時はどうやって経緯でここに出れたんですかみたいなのを聞いたりとかね。そういうのもあるんですけど、そういうのは大事だと思うんですけど、いろんな意味で自分が強くなっていく。アーティストとして強い何かを持っていかなきゃいけないなと、自分自身も含めて思うわけなんですけれども、で、この強さっていうのは何かなって、考えた時に、この前、広岡本ギャラリーで個展をやってた、屋敷健さんというアーティストなんですけれども、屋敷くん見てますかいつもね、見てくれてて、僕も初日に展示に行ったんですよ。もちろん作品は何度も見たことあったんですけれども、話題になってたと思います。すごくかっこよかったし、なんせですね、かっこいいんですよ。で、笑顔も素敵だしね、すごい優しい感じで、僕も個展の初日に朝早い時間に行って、もう一個一個時間あったんで説明してもらったんですけれども、その一個一個の説明も、なるほど、というぐらい、しっかり話せるし、彼はファッションから来てるんですよね、ルーツが。ファッション業界にいて、アーティストとして現代アートの世界に入ってきて、使ってるのは古着とかファッションに関連するもので作ってある。さらに、その作っている技法が伝統工芸の技法を使っている。っていうね。これで男前で爽やかで、これはですね、ずるい。いや、強いんですよね。何が強いかっていうと、そのルックスとかそういう爽やかさに関しては一旦置いといて、それももちろん武器なんですけど、この自分のこのルーツっていうか、バックグラウンドと作品、つながり方っていうのが明確なんですよね。フ
ファッションをやってて、彼は作品を通して人とつながることというのをコンセプトにしてるんで、誰かが着ていた服だったりとかというのを作る。自分が何をしてきたのか、何を表現するためにどういうものを使うか、連動してるというか連結してるというか、この軸がですね、ものすごいしっかりしてるんですよね。だから自分と作品の間にあるつながりみたいなものがものすごいしっかりしている。例えばドラクエとか FF とか、ロールプレイングゲームやったことある人はわかると思うんですけど、例えば、武器とか防具がありますよね。僧侶にこの武器を装備すると、この武器のパワーが 30% アップするとか、例えば僧侶にこの靴を履くと、魔法使いとかが履いても別に普通の少し足速くなるみたいなやつが、僧侶が履くと、この相性というかそういうもので違う魔法使いとかが履くよりも効果がある。30% アップするとか、強さが、この武器は僧侶が使うともっと効果が出る。みたいなものを一つ一つ装備してる感じなんですよね。ファッションで、古着でとか、その伝統工芸でとか、そういったものを一つ一つ自分っていうものを明確にするために使ってるメディウムとかもそうですけど、防具とか武器っていうのを、そういうものを選んでというか、そういうもので装備されているから、すごく強いなって思ったんですよね。羨ましいっちゃ羨ましいんですけど、正直ね。これはね、すごく僕は大事だと思っていて、これって割と、ロープレのゲームの続きですけど、靴、防具、あとありますよね。こういうヘルメットじゃないけど、兜そういうのとか、あと刀、盾とかっていうのを、全部そういう風にプラスアルファにできるというか、表現、ルーツ、バックグラウンド、で作品、でメディウムとかいったようなものを一つ一つにそういうしっかりとした選択、それが一個一個、1個つけてプラス、2個つけてその倍々みたいな、その武器同士の相性とかもあったりするじゃないですか。そういうので増えていってる強さっていうのがあるんで、そういうのが僕はすごく大事だし、今後、必要なんだなっていうのは、今後じゃなくてもそうなんですけどね。強いという言い方が正しいかわからないですけど、そういう方はやっぱりそういうの持ってたりするし、今はどちらかというと、カオスな状態なんで、割と買いやすい、売りやすいっていうようなこの市場になってると思うんですけど、日本ではですけど、そのマーケット的方面というか、二次流通的方面を目指している人というか、そっち側に向かいたいと思ってる場合は、アカデミックももちろんそうなんですけど、どれもどれも同じですね。海外に進出していかなきゃいけない。もちろん 100% その必要があるかっていうと、その人それぞれの考えだと思うんですけど、日本のマーケットはちっちゃいっていうのはこのチャンネルでも散々話してましたし、多分このチャンネル見ている方はわかると思います。これはアートじゃなくても多分そうだと思うんですけど、海外に行った時にこれって大きく差が出るんだろうなと思ってるんですよね。海外に行って値段が上がったりする。そういう時に、弱いこの装備だとやっぱり結構大変。そういう意味では今のうちに早い段階でそういう装備をつけていったりとか、その装備をつけられるような基盤、すごく多様性のないというか応用性のないこのマザーボードの上にいくら乗っけてもやっぱり限界あると思うんですけど、そのオープンソース的なマザーボードっていうか、そういうもの、そこにそのアプリケーションを追加していくことによってすごく便利になるとか、すごく強くなるというか、使いやすくなるというか、パソコンの話になっちゃいますけど、そういうもの、やっぱりどっかの段階で必要になってくるんだなっていうのは、すごく思いました。なので、今の、正直、不安視してる方も絶対いると思うんですよ。これいつまで続くんだろうっていう。それって、未来のことはわからないんですけど、多分、いつまでもは続かないと思うんですよね。現代アートっていうものがなくなるというよりかは、日本での今のような戦国時代っていうのは、一生はやっぱ続かないじゃないですか。どっかでどういう感じに変化するかわからないんですけど、落ち着いていくというか、その前にですね、これは多分ね、自分に言い聞かせてるのもあるんですけど、その前に戦えるものというか、もちろん作品が一番大事なんですけれども、そもそもいい作品作るっていう行為っていうのは多分当たり前なんで、そこを、それって仕事なんでって思っちゃうんですね。アーティストの仕事だから、それはわざわざタスクに入らないというかね、そういう気がするんですけど、それはもちろんそうだけど、いくら今のアジアの、マーケットというか、割とすごいライトなものになったとしても、ステージ
が上がっていくと、装備というか、コンセプトだったり、バックグラウンドだったり、そういう自分自身が持っている考え方だったりとか、思想というか、想像力というか、そういったバックグラウンド的なものとか、そこはちょっとアカデミックな要素っていうか、そういうのが必要になってくるんで、これもどこを目指すかですけど、ライトなままではやっぱり戦えないのかなっていうのが思ってますね。そうですね。それと、欧米に行ってから行くのが目標。日本に逆輸入、アジアに逆輸入みたいな、それこそ、その村上さんが書いていた芸術闘争論とか、あれが2004年とか5年ですよね。多分ね、出たのがね。今でももちろんバイブルとしてはすごい役に立つし面白い本なんですけれども、少しやっぱり時代が変わってるなっていうのは正直思っていて、あのまんまでは今では結構戦うの大変だなっていう。というか、すごい時間かかるんじゃないっていうか、結構今でも大変なんで、日本からニューヨークっていうので、ニューヨークで戦うっていうのは、やっぱりあんまり変わってないっていうか難しさっていうか大変さが。アジアが今盛り上がってるじゃないですか。で、来年は横浜でアート台北に並ぶ台湾の大きいアート団体。そのチームが新しく横浜のパシフィコ横浜アート団体というか、現代。大きいアートフェアを、欧米のアートフェアが日本でドンとやると、新しくやるわけですけれども。で、この前僕も行ってきましたけど、韓国では、フリーズ・キアフが同時開催した。で、もちろん台湾には団体が入ってる。で、韓国・ソウルにはヨーロッパ、アメリカのブルーチップギャラリーと呼ばれるですね、ギャラリーの支店がどんどんオープンしていると。で、これは結局何を意味をするかっていうのは、アジアのマーケット、これだけコレクターがいて、アートマーケットがもうブワーっと今、燃えてるわけですよね。盛り上がってるわけですよ。それを結局そこに進出してきて、アジアのお客さんを取りたいっていうところはあるんですよね。アートフェアにしろ、アジアに参入してきてるわけですよね。アジアのマーケットを食いたいわけですよ。これから多分タイとか僕注目してますけどね。バンコクでも多分アートフェア大きいのやると思うし、タンコンテンポラリーっていうのもタイ、バンコクにもありますし、ニューヨークにもありますし、バンコクシティギャラリーとかですね。ほんと、下手したら、団体かアートバーゼル、バンコクみたいな。香港にもあるんでね、距離近いからあれですけど、何かしら大きいフェアができそうだなと僕は思ってるんですけど、結局何が言いたいかというと、欧米のギャラリーとかがいっぱい来てて、アジアのマーケット見てるわけですよね。そうなったら、わざわざアメリカとかに行かなくても、変な話、アジアで目立つというか、アジアでとにかく結果を出したりとか、アジアで強くなっていけばですね、逆に今度欧米のギャラリーが吸い込んで、欧米に持っていったりする可能性だってあるわけですよね。僕はだから逆に今はアジアのマーケットを狙うべきだと思うし、アメリカに行って、僕はもちろんアメリカに住みたい人なんで、アメリカに行きたいんですけど、住みたいんですけど、アメリカに住んでるけど、勝負してるところはアジアのは別に悪いことじゃないなと思ってますけれどもね。そうやって今アジアがこれだけ盛り上がってて、欧米がバーンと注目してる時に、海外でも活躍できるというか、作品ももちろんそうなんですけど、作品以外の強さというか、作品とのつながりというかね。あとはやっぱり語学ですよ。英語力ですよ。英語大事。語学力っていうのは、やっぱり僕も英語全然できないんですけど、一通りのできないっていうかできなくても割と話す方なんですけど、落ち込むんですよね。それとかって何みたいに言われると、シューンってなっちゃいますけどね。語学は大事だなっていうのもありますし、それも武器ですよね。例えば僕韓国語喋れる。本当ネイティブレベルで口喧嘩しても負けない。これものすごい武器になるんですよ、韓国行くと。アーティストとして中国語喋るところもめちゃくちゃ武器になりますしね。英語でコミュニケーションすることが海外行くと多くなったりするんで、そういうのも一つの武器になると。そういうやっぱ武器を、自分も揃えつつ作品も強いものにしていく。人それぞれだと思いますけどね、その強さっていうのは。何が強みになるかもわからないですけど、このチャンネルを見ていただいている方は、みんなで頑張って戦っていきましょうというかですね、自分だけじゃなかったりしますよね。自分の居場所っていうか、いる場所の環境とか、お城とか、お城って言うとちょっとギャラリーが
立ち位置になるのかもしれないですけど、四国のすごく山の中にあるお城なのか、関東の平野にあるお城なのかでも、なんか全然違うっていうか、戦い方も違うし、戦法も違うしみたいなね。まあ、戦いで考えすぎちゃってる部分もありますけど、戦国時代なのは間違いないんで、カオスだし、皆さんそれはなんとなく分かってるし、どうしたらいいんだろうってみんな悩んでると思うんですよね。僕もそうです。今回はこんな感じでいいでしょうか。ここまで最後まで見ていただいている方は、もうすでになんかチャンネル登録していただいている方な気がしますけれども、もしそうでない場合はですね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。では、次回またお会いしましょう。さようなら。最後までご覧いただきましてありがとうございました。